なりたいチャンネルです。兄弟チャンネルの青虫の朗読チャンネルにもよろしくお願いします。魔王学院の不適合者第2章魔剣大会編第49話伝説の鑑定士第50話猫喫茶の黒猫朗読を始めます。魔王学院の不適合者第49話伝説の鑑定士。結局昨日父さんは帰ってこなかった。父さんの本職は鍛冶職人だから剣についてはそんなバカなことはしでかさないと思う。そう思うのだがそこはかとなく不安である。妙な気分だな。何かあれば俺がどうにかすればいいことだ。さして心配に思う理由などないはずなのだがな。アノスちゃん、ミーシャちゃんが迎えに来たわよ。1階から母さんの声が聞こえてくる。自室を出て店舗の方へ降りていった。そこにミーシャと母さんがいた。おはよう。ミーシャが言う。白いワンピースを身につけ、ふわふわの縦ロールにリボンを結んでいる。見ない服だな。新しい服。なるほど。道理で生地が新鮮だと思った。変？上目遣いでミーシャが聞いてくる。いや、よく似合っているぞ。良い服だな。少し照れたように彼女ははにかんだ。アノスの好み。俺の、まあ、確かに良いとは思うが、結局ミーシャの質問にはほとんど答えなかっただろ。すると、昨日と同じように、ふふ、とミーシャは笑う。目を見ればわかる。そうなのか？俺としては結論は出していないつもりだったが、まさか心底を見抜くとはな。さすがに良い魔眼をしている。よく気がついたな。嬉しいぞ、ミーシャ。ミーシャの才能はかなりのものだ。正しく成長すれば、神話の時代の魔族に迫る可能性を秘めているだろう。よかった。俺の言葉に、ミーシャは満足そうにしている。じゃ、母さん、行ってくる。行ってらっしゃい。にっこり笑って、母さんは俺たちを送り出してくれた。さて、ミーシャの好きなことを教えてくれるんだったな。こくりとミーシャはうなずく。こっち。ミーシャが俺を案内してくれる。どこへ行くのか楽しみにしながらも、一緒に歩いていった。やがて、多くの店が立ち並ぶ場所へやってくる。ミッドヘイズ商店街である。この辺りで一番賑わっている場所だろう。往来には多くの人が行き交っている。ここ。ある店の前でミーシャは足を止めた。魔法模型や、総流のふるさと、と看板が出ていた。なかなか規模のでかい店舗だ。中へ入ってみると、帽子をかぶった女性店主がこちらを向いた。あら、ミーシャちゃん、いらっしゃい。今日も作っていくの？いつもありがとね。この間作ってくれたお城の魔法模型、もう買い手がついたのよ。ほんと助かっちゃうわ。女性店主が奥のドアを開ける。そういえば、こちらのお兄さんは、ミーシャちゃんの彼氏。ミーシャは一度俺の方を向き、ブルブルと首を横に振った。友達。アノス、ボルディゴードだ。俺がそう口にすると、女性店主はにっこりと笑う。私はメリッサ、ノマド。よろしくね。ああ。ところで、魔法模型とはなんだ？尋ねると、メリッサはびっくりしたような表情を浮かべた。今時、魔法模型を知らない人っているのね。お兄さん、ディルヘイドの人じゃないでしょ？どこから来たの？2000年前からだ。などと言っても、信じないだろうしな。人間の大陸アゼシオンにある辺境の町からだ。へえ、そっか。じゃ、ミーシャちゃんはお兄さんに魔法模型を見せに来たのね。ミーシャはこくりとうなずく。じゃ、どうぞ。今、工房は誰も使ってないから。ミーシャとメリッサの後に続き、俺は工房の中へ入っていった。工房の床には魔法陣がいくつか描かれている。限定魔法陣だ。場所も魔法の種類も限定されるが、その分精度の高い魔法を行使することができる。また長いテーブルや棚が設けられており、その上には球状のガラスがある。ガラスの中に入っているのは、小さな建物や木々、草花である。まるで風景を切り取り、縮小したかのようだった。どう？これが魔法模型よ。すごいでしょ。ちなみに、この間ミーシャちゃんが作ったのが、これ。メリッサが示したガラス球体の中には、森に立つ氷の城があった。
この間の判別対抗試験でミーシャが立てた魔王城を小型にしたものである。背景は魔樹の森だ。テーブルには売約済みの紙が貼ってある。なるほどな、アイビスで作ったのか。ミーシャがうなずく。巨大なサイズのものをアイビスで作るのはかなりの魔力と魔法術式の理解が必要になるが、小さく細かいものを作るにはそれ以上の力が必要となる。だから、限定魔法陣が必要になってくるわけだ。小さく、精密に作られた魔法模型ほど出来がいい。それだけ難しいからな。確かにミーシャが作ったという魔法模型は、手のひらに乗るほどのサイズでありながら、細部はかなり細かく作り込んである。これがミーシャの好きなことか？細かいところを作るのが好き。抑揚のないミーシャの声が、普段よりも弾む。見てて。ミーシャは手をかざし、限定魔法陣を起動する。みんなでご飯。アイビスが行使され、まずガラスの球体が現れる。その中に俺の家のリビングが構築されていく。食卓にはたくさんの料理が並べられ、そこを囲んでいるのはミーシャやサーシャ、レイ、ミサ、母さんと父さんだった。この間、みんなで食べた時の風景だ。ミーシャは簡単にやっているが、イメージだけで実際に存在するものの細部まで作り込むのはかなり難しい。彼女には見たものを瞬時に記憶する能力があるのだろうな。それにしても、いつになく楽しそうだな。普段は無表情なミーシャの顔が、ほんのりとほころんでいる。その眼差しは真剣そのもので、魔法模型をじっと見据えていた。ふと彼女は魔法講師をやめ、俺の方を向いた。つまらない？少し不安そうな面持ちだ。いいや、興味深いぞ。ただのお遊びだろうが、より小さく、細かさを追求することは、アイビスの深淵に迫ることにもなる。ふふっとミーシャは笑う。アノスは魔法が好き。そうでもないと思うが。ミーシャは首を横に振った。好き。ふむ。そんなことは考えたこともなかったのだがな。俺にとって魔法というのは呼吸のようなものだ。そう見えるか？こくりとミーシャはうなずく。なら、そうかもしれぬな。自分のことなど、わからぬものだからな。ミーシャが言うのなら、一向の価値はあるだろう。彼女はまた、アイビスの魔法を再開する。数分が経過し、最後に俺の姿が食卓に現れる。魔法模型の完成だった。できた。なかなかの出来だな。ミーシャが作った魔法模型に視線を落とす。球形のガラスの中にあるリビングは細部まで作り込まれている。これだけのアイビスを使えるものは、この時代にはそうはいまい。やってみる？俺がやっては、この世に二つとない傑作ができてしまうぞ。すると、後ろから、あは、と笑い声が聞こえた。大きく出たね、お兄さん。でも、魔法模型の歴史はもう500年もあるし、そうそう簡単じゃないよ。そうか。では、一番優れた魔法模型を見せてくれるか？ああ、さすがに一番っていうのはこの店にはないんだけど、でも、すっごいのがあるよ。人によっては一番っていうぐらいのやつがね。ついてきて。メリッソは楽しそうにキビスを返す。彼女の後についていき、魔法模型が飾られている場所へやってきた。思ったよりも店内は広く、人で賑わっている。ディルヘイドでは魔法模型が流行っているのかもしれない。ここの奥にね、魔法模型で10種に入るぐらいのすごいやつがあるのよ。創作者は不明なんだけど、幻の一品って呼ばれていて、名のある魔族が何十年もかけて作ったものじゃないかって言われてるわ。メリッソは店内の奥へ案内してくれる。すると、他の作品とは違い、綺麗に飾られた魔法模型が並ぶようになった。おそらく高価な品なのだろう。さらに進めばひときわ、豪奢に飾り付けられた一角が見えてきた。おそらく魔法模型があるだろう場所に、一人の男が立っている。モノクルを身につけた老紳士だ。隣には店員らしき男が付き添っている。ああ、ごめんね。うっかりしてたわ。ちょっと待たないとダメみたい。魔法模型を見ているのは一人だけだ。待たなくとも、普通に覗けるだろう。目当てのものはあれではないのか？空いていると思うが。ちょっとね、有名な鑑定士の先生なのよ。デミル・グラハって言ったら、この界隈じゃ誰でも知ってるぐらいよ。伝説の鑑定士って言われててね。彼に認められて、
ようやく魔法模型師として一流なの。だから、まあ、一緒に見るのはちょっと無礼っていうかね。特別待遇というわけか。まあ、ここからでも見えるがな。ほう。さすがは幻の一品と呼ばれるだけのことはある。魔法模型をじっと覗き込んでいたデミルが言った。小指ほどのサイズで、これほど精密に作り込まれていて、しかも中まで忠実に再現してあるとはな。デルゾゲードの作りが古いということは、噂通り、数百年以上前に作られたものか。素晴らしい。これほどのアイビスを使える者は、歴史上でも5人といないだろうな。どれほどのものなのか気になり、遠見の魔眼で魔法模型を覗く。あれが、魔法模型で実施に入るのか？お兄さん、見えるの？そうだよ。すごいでしょ。さっきの発言、早速後悔したんじゃない？からかうようにメリッサが言ってくる。後悔？何を言う？あれぐらいなら簡単に作れる。すると、熱心に魔法模型を見ていたデミルが振り向いた。彼は周囲に刺すような鋭い視線を注ぐ。誰かね、今、この素晴らしい作品を冒涜したのは？叱責するような口調に、賑やかだった店内がシーンと静まり返る。まったく、名乗り出る勇気もないなら、軽はずみなことは言うもんじゃない。素晴らしい作品に対する敬意も持てず、貶めるような発言をするとは、魔法模型の愛好家として嘆かわしいことだ。再び魔法模型を見ようとするで見るに俺は声をかけた。今、言ったのは俺だ。すると、デミルが俺を睨んできた。別段、その作品を貶めたわけじゃないのだがな。事実を言ったに過ぎない。俺の発言に、デミルは顔をしかめる。隣にいたメリッサが慌てたように言った。お兄さん、そのあたりにしておいた方が。大丈夫だ。大丈夫って。ねえ、ミーシャちゃんからも止めてあげて。ミーシャはじっとメリッサを見返した。大丈夫。大丈夫って。デミルが一歩俺に向かって足を踏み出す。君は魔法模型師かね？いや、だが、この程度のアイビスならたやすい。その言葉に、デミルは失笑した。やれやれ、全くこれだから素人は、いいかね？小さい模型を作るのは、君が考える以上に大変なことなのだよ。できるというのなら、今すぐ工房に行って見せてもらおうじゃないか。その必要はない。デミルは、ははは、と笑い声を上げる。そら、見たことか。以後、大層な口を叩くのは慎みたまえ。優れた作品と模型師には敬意を持つべきだと私は思うよ。何を勘違いしている？工房になど行かずとも、ここで作れると言ったのだ。手をかざし、魔法陣を描く。次の瞬間、豆粒以下の極小の石がそこに現れていた。これは？デミルはわなわなと震え、その小石をじっと見つめた。そこへ、メリッサが慌ててやってきて、頭を下げた。申し訳ございません。このお兄さんは、その、魔法模型のことなんて、何にも知らない素人なんです。そのぐらいで許していただければ。デミルが怒っていると思ったのだろう。だが、割って入ってきたメリッサに彼は言った。君は何を言っているのかね？メリッサはきょとんとした表情を浮かべる。魔法模型屋の店主のくせに、まるでなっていない。この作品の素晴らしさがわからないなら、黙っていたまえ。デミルのあまりの変わり身に、メリッサは呆然とするばかりだ。そんなことは気に求めず、デミルは俺が作った極小の石をじっと見つめる。魔法具のモノクルに魔力が集中し、彼は魔眼をじっと凝らす。ああ、思った通り、いいや、思った以上だ。信じられない。誰に言っても信じないだろう。なんだこれは？この極小の粒が、デルゾゲード状になっているだと？いや、違う。デルゾゲードどころか。これはまさか、そんな、この街を再現しているのか？1万倍、いや100万倍にしても、まだ細部を見ることができない。細かく見たいなら、10億倍にするんだな。10億。君は10億分の1のサイズで魔法模型を構築したというのかね。簡単だと言っただろう。デミルはまさに驚愕といった表情を浮かべ、全身をガクガクと震わせている。なんということだ。10億分の1の魔法模型を、
固定魔法陣さえ使わず、一瞬にして。デミルは魔力を全開にして、必死に極小の魔法模型を凝視する。モノクルに備わった魔法で、魔法模型を拡大して見ているのだろう。素晴らしい、素晴らしすぎる、なんという精密さだ。こんなことが可能なのか？君、いえ、先生、あなたの名前をお聞かせ願えませんか？アノス、ボルディゴードだ。アノス先生、あなたの作品をもっと見たい。必ず私が先生を世界一の魔法模型師にしてみせます。どうか、これから作品を作ったら、私に見せていただけませんか？お金はいいねでお支払いいたします。やれやれ、大げさなことだな。デミルが騒いだため、周りには人だかりができており、こちらを興味深そうに見ている。早々に退散するか。悪いが、魔法模型師になるつもりはない。これだけの才能を持ちながら、それは一体、どうしてですか？富も名声も思うがままなのですよ。あいにく興味がない。興味がない。デミルがすっとんきょうな声を上げる。指をさすと、デルゾゲード魔王上の魔法模型が宙を浮かび、俺の手のひらに収まった。でしたら、先生、せめてその素晴らしい作品を売っていただけないでしょうか？いくらでも、お支払いいたしますので。残念だが、まだ使い道がある。そんな、先生、アノス大先生。キビスを返し、ミーシャに言う。悪いな。ちょっと騒ぎになった。ミーシャは首をふるふると振った。悪いことはしてない。騒ぎにはなったが、アノスらしい。動じぬな、ミーシャは。とりあえず出るか。周囲の喧騒をよそに、俺たちは魔法模型屋を後にした。第50話、猫喫茶の黒猫。往来を歩いていると、ミーシャが言った。魔法模型は何に使う？ああ。俺は先ほど作った魔法模型を指先に乗せ、ミーシャに差し出す。せっかく初めて作った魔法模型だ。ミーシャに見てもらおうと思ってな。ミーシャはパチパチと目をしばたかせた。それから、嬉しそうに微笑む。ありがとう。彼女は魔法模型にじっと魔眼を凝らす。どうだ？すごい。じっくりとまるで注視するように、ミーシャは角度を変え、様々な方向から俺の作った魔法模型を見ていく。その様子をぼんやり眺めていたが、数分が経っても、まだ彼女は目を離そうとしない。ミーシャがこれほど夢中になっている姿は初めて見た。作るだけではなく、魔法模型そのものに興味があるようだな。綺麗。そうか。コクリ、とミーシャはうなずく。見えないところも、ちゃんと作ってある。気がついたか。さすが、ミーシャだな。アイビス、で寛容なのは中身の方だからな。剣を想像するならば、その中身の構造がどうなっているかを考えなければ、まともな強度にはならない。魔法模型は見てくれだけでいいとはいえ、外見だけ似せようとしても、同じ姿にはならぬものだ。ミーシャはコクコクとうなずきながら、真剣に聞いている。石を想像するときに石を想像するな。石を構成する原子を想像しろ。と、神話の時代ではよく言われたものだ。誰の言葉？俺だ。もっとも、言うは易しというやつで、それを実際にできるものはそう多くはないのだが。ミーシャはまたじーっと魔法模型を見つめている。そんなに気に入ったなら、やろう。ほんの少し、彼女は目を丸くする。いいの？今日、付き合ってくれた例だ。アイビスの魔法を使い、その魔法模型を宝石代わりにし、指輪を作った。それをミーシャの右手の人差し指にはめてやる。これで見たい時に見られるだろう。輝きのかけらもない味気ない指輪だがな。ミーシャはふるふると首を左右に振り、控えめな、けれどもとても嬉しそうな笑顔を見せた。一番綺麗。そうか。コクリとミーシャはうなずく。アノスは何でもできる。魔法模型の指輪を見ながら、独り言に近い調子で、ミーシャは言葉をこぼす。まあ、確かに不可能はないな。すると、少し気落ちしたようにミーシャは言った。私は何にもできない。そんなことはないと思うが？ミーシャが俺に視線を向ける。アノスは私を助けてくれた。そうだな。だから、お返ししたい。わずかな沈黙の後、ミーシャは続けた。ボス、
ディル・エビアは偽物。私もアノスの力になりたい。けなげなことを言うものだ。だけど、何でもできるアノスに、私は必要ない。なるほど。それで気落ちしていたということか。相も変わらず、優しいな、ミーシャは。そうとも限らないぞ。ミーシャが目をパチパチさせる。お前は良い魔眼を持っている。創造の魔法も得意だ。その二つに限ってなら、俺を超えることができるかもな。本当？俺とて決して全能なわけではない。この先思いもよらぬ不可能が現れないとも限らないしな。言ってしまえば、俺がこの世のあらゆるものに勝るのは、何かを滅ぼす力だけだ。滅ぼして、滅ぼして、滅ぼし尽くし、不可能を可能に変えてきた。だが、この先何が起きても同じことができると、おくくるほど、俺も愚かではない。備えは多ければ多い方が良いだろう。その対極にある、お前の創造魔法がいつか役に立つ時が来るかもしれない。当然、それにはミーシャの成長が不可欠だがな。俺の力になりたいなら、もっと魔法の深淵に迫ることだ。決意したように、ミーシャはうなずく。待ってて。強い意志を瞳に込め、ミーシャは言う。アノスからはもらってばかり。でも、いつかお返しする。ああ、楽しみに待っているぞ。その時、にゃー、と鳴き声が聞こえた。ある建物の窓から黒猫が顔を出している。看板には、猫喫茶、また旅亭、と書いてあった。にゃー、にゃー。と、ミーシャが鳴き真似をして、黒猫を呼ぶ。しかし、窓から引っ込んでしまった。にゃー。ミーシャは肩を落とした。入るか。いい？ああ、ここが目的地だ。アノスも、猫が好き？そんなところだ。また旅亭に入ると、いらっしゃいませ、と元気の良い声が響いた。店内には何匹もの猫が歩き回っており、ミーシャは、にゃー、にゃー、としきりに呼びかけていた。席に着くと、白猫が一匹寄ってきて、彼女の膝の上に乗った。見て、アノス。ミーシャが嬉しそうに言った。かわいい。よかったな。彼女は笑顔でうなずいた。にゃー、にゃー。ミーシャがよしよしと白猫の頭を撫でながら、猫の鳴き真似で声をかける。当然、返事をするわけがなく、猫はミーシャの膝でくつろぐばかりだ。適当に紅茶を注文すると、俺の背後にあった棚に黒猫が飛び乗った。先ほど、窓の外から顔を出したやつだ。ご苦労だったな、アイビス。ミーシャが驚いたように黒猫を見た。すると、そいつは口を開け、言葉を発した。このような姿で御前を汚すこと、どうかお許しを。構わぬ。アイビスが生きていることを悟られるわけにはいかないからな。魔法でのやりとりではなく、こうして直接会ったのも、アボス、ディル・エビアに気がつかれないためだ。昨日、街にフクロウを飛ばしたのは、俺が会いたがっているという合図だ。それを見たら、アイビスの方から俺を見つけ、接触してくるように取り決めてある。以前に、リークス、で記憶を渡した時に、ついでに伝えておいたことだった。そのため、今日はこうしてミーシャに付き合ってもらい、アイビスが接触してくるまで街をぶらついていたというわけである。何かわかったか？七魔コウロウの一人、メルヘイス、ボランについて不可解なことがあった。奴は統一派に所属しているのだが、統一派のトップではなかったのだ。ふむ。確かに妙なことだな。いくら統一派とはいえ、一番権力のありそうな七魔コウロウがトップではないとは。では、そのトップは何者だ？調べたのだが、誰にもつかめなかった。統一派のトップは決して表に姿を現さぬ。それどころか、統一派の誰も、その正体を知らないようなのだ。メルヘイスもか？そのようだ。それはまた怪しいことこの上ないな。まあ、今の魔法の誰かだというのなら、わからなくもないがな。統一派のトップだということを知られれば、魔法の座を失いかねない。七魔コウロウは何があろうと七魔コウロウだろうが、魔法は替えが利く。だが、お前にさえ正体をつかませないということは、神話の時代を生きていた魔族かもしれぬな。そいつがアボス、ディル・エビアということも考えられる。だとすれば、統一派のトップに収まり、何を企んでいるのか？皇族派と統一派のパワーバランスのコントロールでもしていたか？
こちらも一つ分かったことがある。メルヘイスは俺の記憶を失っている。そして、根源は一つしかなかった。接触なされたのか？ああ、俺の根源を直に見て、暴虐の魔王だと気がついたようだ。味方の可能性は高いが、お前のことは話していない。アイビスはじっと俺の命令を待っている。メルヘイスを探れ。統一派のトップのこともある。一応、記憶は洗ったが、表層だけだ。それに根源の融合とは違う方法で俺に読ませなかったのかもしれぬしな。ぎょい。他に分かったことはあるか？一つ、その統一派のトップにつながるかもしれぬ情報があった。ちょうど店員が注文した紅茶を運んでくる。彼女が立ち去ると、またアイビスは話し始めた。この町にログノースという魔法医院がある。マコウエリオが私費で建てた医院で、ディルヘイド1の治療が受けられると評判なのだ。しかし、マコウエリオは傀儡に過ぎぬ。裏には別の魔族がいるようなのだが、正体を探っても出てこない。か。アイビスはうなずく。統一派のトップと、同一人物ということも考えられるであろう。わかった。他に何かあるか？いくつかあるのだが、まだ確定した情報ではない。では、もう一つ、魔剣大会について探れ。特に七魔コウロウが一枚噛んでいないかをな。ぎょい。アイビスは窓から去っていった。しかし、正体不明の魔族、か。統一派のトップならまだわかるが、魔法委員は何の目的がある？何がどうつながるのか？それとも、両者は別人なのか？わからぬが、現地を軽く見ておくか。紅茶を飲み、しばらく休憩した後ミーシャに案内してもらい、ログノース魔法委員へやってきた。ここ。かなり大きな建物なんだな。入院している患者がたくさんいる。なるほど。しかし、特に不審な点はなさそうだな。ざっと建物をまがんで洗ったが、弱い魔力しか感じ取れない。アノス。ミーシャが指をさす。その方向にレイがいた。ちょうど魔法委員から出てきたところのようだ。よう。近づき、声をかけると、レイはこちらを向いた。あれ、アノス？どうかしたの？通りかかっただけだ。お前こそ、風邪でもひいたか？すると、レイは困ったように微笑む。ちょっと、母のお見舞いにね。入院しているということか。悪いのか？生まれつき、少し体が弱くてね。心配するほどのことじゃないよ。その割には、浮かない表情をしているな。医者の手に負えないようなら、俺が何とかしてやるぞ。へえ、アノスは治癒の魔法も得意なんだ。何？得意というほどのことではないが、死にかけの重病患者だろうと、明日にはニール山脈を日帰りで征服できるぐらい健康にしてみせよう。レイはにっこりと微笑んだ。ちょっと健康になりすぎだね。真の医療魔法というのは、病気の前よりも元気にするものだ。怖いから、気持ちだけ受け取っておくよ。それほど大した病気ではないということか。ああ、そうだ。お前には言っておこうと思ったが、魔剣大会には参加しないかもしれない。一瞬、レイの表情が曇る。だが、すぐに笑顔に戻った。そっか。じゃ、その時はまた今度決着をつけよう。理由は聞かないのか？ああ、どうして？なんとなくだ。レイは意表をつかれた様子である。アノスの好きにすればいいと思うけどね。てっきり決着をつけるために出ろと言われると思ったが、他人に強制するのは好きじゃないんだ。まあ、らしい話ではあるが。それじゃ、また学院で。レイは去っていった。どう思う？尋ねると、ミーシャは言った。少しいつもと違った。そう見えたよな。まるで後ろめたいことがあるような態度だったが、何かあったのだろうか？普段なら、さして気にすることでもないのだが、場所が場所だからな。念のため、アイビスに調べさせておくか。次回は、魔王学院の不適合者、第51話、魔剣大会、第52話、真の名工、高評価、チャンネル登録、お願いします。